Hi everyone! 안녕하세요 여러분, 제인입니다.皆さんこんにちは、ゼウンです。こんな感じで喋るのってめっちゃ久しぶりじゃない？学生生活、充実させたいけどなんかどうすればいいか分かんないとか、どんなマインドで生活してきたかっていう部分をみんなと一緒にシェアしていきたいと思います。저를 모르는 사람도 되게 많으실 거라 생각이 들어서軽く今の私の自己紹介すると、私の名前はゼウンと言います。本名でゼウンなんですけど、両親が韓国人なんで日本の東京で生まれて育ってきてます。なので、どっちも本当にネイティブのように喋れるんですけど、バックグラウンドがあるよっていうことだけ、覚えていてほしいです。東京大学の経営学部国際経営学科で4年間お勉強してました。YouTube 一応高校3年生から一応始めてるんですけど、気づいたらなんか4年目やばいよね。4年目も過ぎて、あとうちらの視聴者のみんなジェディということで、ジェインバディという風に私は呼んでます。これを見てるみんなも自動的にジェディということでウェルカムです。そのまますぐ始めたいと思います。すごく楽しく過ごしてました。なんか課題も多かったし、勉強も人間関係とかも学内の人間だけじゃなくて外にいる方とのすごいたくさん気づけた、そういう4年間だったなと思ってます。 YouTube とかもずっとここまでみんなのおかげでこうやって続けてきてるので、本当に感謝の気持ちと、なんか気づいたらなんか続いていたのですごいなって思ってます。これが私に合ってるのかなとかも思ったり、2年のタイミングでスタートアップの経験もあったりと、個人的にはですね、すごく濃かった4年間だったなと思います。自分のこれ振り返りとしてもこの動画を撮ってるんですけど、何か一つでも参考になれるものがあれば本当に私は嬉しいなと思ってます。ということで、私はいつもこうやって喋りが多くなってしまうんですよ。だからね、ちゃんと書いたのメモしたの。学生生活を充実させるコツ1つ目はですね、まず自分磨きです。これはね、前提として勉強はあるよ。勉強はもう本当にやる。個人的にはすごい自分磨きを徹底したことが仕事する時とか遊ぶ時とか人間関係を築いていく時すごい影響するなっていう風に思いました。外観だけのことじゃなくて、そういう内面的なこととかもう全部含めてるので、まず外観から言うね、垢抜けの第一ステップはもう眉毛です。眉毛ね、マジで大事なのよ。高校生の時に本当に芋だったんですよ。だから今も全然まだまだなんですけど、メイクもほぼしなかったし、ファッション難民みたいなそういう感じだったんですね。私はすごい形がそんな綺麗な方じゃなかったから、本当にサロンみたいなところで適当にピッピって磨いてもらって、脱色とか眉マスカラでちょっと色を変えるっていうのもすごく効果的です。何から変えればいいか分かんないって方はちょっと眉毛からやってみるのはどうでしょうか。続けてやってたのが美容針をずっとやってました。でなんか1年ぐらい私美容針やってたんだけど、むくみがすごく多かったので、なんかその美容針をすることでちょっとなんかこの全体的な顔のむくみをこうやって取ってくれるし、肌のトーンとかもアップして、刺激もなんか痛気持ちいい感じですごく私は気持ちよかったので、ずっと美容針を1年間ずっと続けてたんですけど、もうマジやるたんびになんか友達に顔痩せたとかなんかやってるみたいなことをなんか言われ始めて、すごい効果を感じてました。だから結構ね、私はやっててよかったかも。肌のスキンケアとベースメイクとこのリップの色を頑張って探していく、これ大事ですね。本当になんかイエベハルのニュートラルなんですけど、私の唇に、私の肌のトーンに合ったので参考までに。あとはファッションとかは上手な人とかを見て真似るのが一番早いので、可愛いなって思う人の服をそのまま真似して着ていくと自分が好きなスタイルが分かってくると思います。これは外見じゃん。だけど内面としてやってたのが、自分の人生の領域4つ5つくらいをそのノーションってところで管理をしてるんだけど、じゃーん、無料でこれ作れるんだけど、なんかこんな感じで人生、学校、YouTube、その学びとか勉強したものをここに書いていくとか、プロジェクトごとに分けたりとかもしてますね。ノーションは考えたり書いたり、その記録したり、あと計画したりするときに使う、一つのなんかスペースです。あと普通にここで会社を運営することもできます。自分ワールドを作れるの。ここに入ったらもう私の世界って感じ。学生から社会人と企業からもう本当に家族まで本当にいろんな使い方ができるので、まずはテンプレから始めて
そうで、なんかこのねノーションフェイスっていうこの自分好みでなんかノーション風にカスタマイズできるやつなんですけど、超最近出たやつ、これ無料で作れるからちょっとやってみてください。めっちゃ可愛いの。ちょっとお花にメガネつけてみたんだけど、레아네系女子で학교생활을 내가 꾸민다, 공부하는 방법을 꾸민다, 이런 식으로 꾸미기라고 생각을 하면은 되게 애착이 가니까 더 열심히 하게 되고 그런 게 있는 것 같아요. 充実させるコツ2つ目は目標設定をすること。綺麗事に聞こえるじゃん。だけど本当にこれをやってみるぞみたいなそういう目標がないと本当に時間ってめっちゃすぐ過ぎるので、小さいものでもいいからこういうねやってみようみたいな決めるのって自分が今何してるのか、これから何しようっていうのが振り返ったらすごい見えてくるのでいいなっていうふうに思いました。で2025年をちょっと立ててみたのでお見せしますね。じゃーん。 Perspective is everything. Proud of yourself in what you do and do better. 今年の計画さまだ立ててない人とかはまだ全然まだまだなんでやってみてください。このステップで。これもテンプレ概要欄にあります。テーマはですね学びということで学年だよりみたいな感じですね。でもこれマジで大事。本当に新しくこうやって入ってこないと全然ねなんかいいものが思い浮かばないんだよね。グッズとかは私今作ってるんですけど、作りたい世界観を具体的にしていきたいっていう年です。ジェディでいてよかったなって思えるそういうコミュニティにしたいなって思ってます。ずっとみんなのそういう声とかも聞きながらなんか面白いこともたくさんしていきたいなって思います。で Your one big thing 2025年を決定づける一つの大きなことはみんなは何？クリエイターとしてもいろんなキャリアを経験したいなっていう風に思います。みんなの応援があってからできることなのでめちゃめちゃ感謝してます。いつも今年のゴールいろいろあるんだけどね、一つ言おうかな。じゃあライフスタイル。私ピラティスをちょっと始めようと思ってて前やってたんだけどイカ坊主みたいなことしちゃったのでもう一回挑戦します。体が退化していくのを感じるのでピラティス頑張ります。ジェディと関わる機会を作ります。今年も。去年はライブっていう形でみんなと会う機会が初めてあったんですけど、今年もねなんかそういう会うイベントが計画はしています。ボードビューって言ってこれもすぐ作れちゃう。こういうプラスをしてこんな感じで出ます。すぐ。マジ簡単。 OK。 今年のみんなの目標って何ですか？次、学生生活充実させるコツ3つ目、記録する習慣を持つ。動画でも別に文とかでも本当に何でも大丈夫なので、やったものをどんどんこうやって記録していくと後で見返した時に私こういうのやったなって成長を感じれるからすごくいい。やってきたことをノーションに全てまとめてます。例えば私1ヶ月にやることリストをここで全部管理してるんですけど、1ヶ月がこうやって全部見えるからなんかね優先順位をつけやすいっていう、これでずっとやってます。取った授業を全部表でまとめてたんですけど、これも全部ねテンプレでやりました。でこんな感じであって、これ全部ページなの。ページは正直ね無限に作れるんですよ。それが面白い。もういくらでも写真を貼りまくってでカスタムが効くのが本当に最高。友達と遊びに行った時とかも旅行ページ作ってからそれ共有して行きたいところをこうやってリストアップしてここでメモしといた。これみんなで共有できるんで共同作業とかもできる。あとはなんかウェブに公開することもできるから記事を書いてなんかウェブに公開するっていう風な使い方もできます。だから2年生の頃だったかな、なんか私が行ったところの場所のなんか美味しかったところとかグルメまとめみたいなのしてたんですよ。一時期ね。もうやってないけど2022년 도쿄 이거 리나뽕이 만들었어요. 이거 되게 귀엽지? なんか YouTube とかもここで全部管理してるんだけど、例えば私のコンテンツプランナーのこれが私の YouTube のページです。初公開作り終わったり、あとは全部終わったらこんな感じで公開したよみたいな。公開したらこの欄に移動させるとか。ちなみにこの中にカレンダーも入れられるのやばくない？充実させるコツ4つ目、
勉強以外に詩になるものを見つける。それこそ私はなんか動画作りが楽しいなって思ったので、動画作りをしてみて、またなんか勉強とは違ったそういうプロジェクトをこの YouTube を通していろいろ実現してみたりとか、勉強以外に充実したものがあったからすごい楽しかった。熱心になっているものって何かなーって、ぜひ今考えてみてください。そう言われたら難しいよね。最後の5つ目、自分らしく挑戦するこの時間をすごい楽しもう。なんか大学ってすごい機会がたくさん転がってるからさ、学業だけじゃなくて課外活動、YouTube とか、その YouTube から派生したそういう SNS のお仕事とかクリエイターの仕事、なんか自分の可能性を深めて無限大に広げられる、そういうことができるので、だからみんなも自分の興味とか自分のパッションを信じてもらって、新しい経験にどんどん飛び込む、こういう勇気を持ってほしいなって思います。だから4年間ってすごいなんか長いように感じて、なんかめっちゃ短いの。普通の肌感的には3年思ってればいいと思います。法律違反とかじゃない限りさ、学生で挑戦してみたことってマイナスになることは本当にないからさ、周りなんて思われようともやってみる、この勇気大切にちょっと楽しんでってほしいです。なんかうまくいったらそれは自信につながるし、なんかうまくいかなかったらいい学びだったな、いい挑戦だったなっていう風にちょっと考えています。4年間ですごい大事だな、充実したな、まとめてみました。どうでしょうか。新しい環境に行かれる皆さんを応援してるし、お疲れ様だし、こうやって4年間一緒に過ごしたジェディのみんなにも本当にいつもありがとうございます。家族にも本当にありがとうって伝えたいです。あとは私の友達、仕事の方に伝えたいし、今のほど思い出せる。本当に感謝だ。テンプレートも概要欄にこうやって貼っておいたので、ぜひそちらも使ってほしいです。さっきNotion Faceもお見せしたんですけど、Notion Faceも気になる方はそこをチェックしてみてください。全然無料で使えるので。ということでみんな今日も動画見てくれてありがとうございます。오늘은 거의 일본어로 제가 했는데 다음에는 한국어만 하는 그런 영상도 만들어 봐야겠다. 어쨌든 오늘도 너무 감사합니다. 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 거. Oh yeah. Baby can't you come with me? Can't you hold my hand and lead? 근데 있잖아 너라면 다를까 생각이 들어. 해볼까 말까 내 다리가 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려. 애써 맘 졸여.